1997年フランスとブラジルの試合でロベルト・カルロスという名の若いブラジルの選手が35メートルのフリーキックを準備していました。ゴールまで直線的に入るコースはなかったので、カルロスは不可能にも見える挑戦を決めました。彼がボールを蹴ると選手の右へと飛んでいくものの、ラインを割る直前でボールは左に曲がりゴールに吸い込まれたのです。ニュートンの運動の第一法則によれば、物体は他の力が働かない限り同じ方向と速度で動きます。カルロスがボールを蹴った時、彼はボールに方向と速度を与えました。しかしどんな力がボールの進路を変え、サッカー史上で最高のゴールの一つを生み出したのでしょうか。その秘密は回転にあります。カルロスはボールの右下を蹴り、高く右側にボールを蹴りましたが、同時にボールを回転させていました。見た目は直線的な進路でボールは飛び始めましたが、両側を流れる空気がボールの動きを遅くしていきます。片側では空気の流れとボールの動きは逆向きで圧力を増加させました。反対側では空気の流れとボールの動きは同じで圧力の低い場所を生み出したのです。この違いによりボールは気圧の低い方向に向かって曲がりました。この現象はマグヌス効果と呼ばれています。このタイプのキックはバナナキックとも呼ばれ、頻繁に試され素晴らしいゲームに彩りを加える要素の一つです。しかしボールを正確に曲げてディフェンダーの壁を巻いてゴールに戻すことは困難です。高すぎるとゴールバーを越えてしまい、低すぎても曲がる前に地面にぶつかってしまいます。外に外しすぎるとゴールには届かず、内側に蹴りすぎたらディフェンダーに止められてしまいます。ボールが遅すぎると早く曲がりすぎるか全く曲がらなくなり、ボールが速すぎると曲がるのが間に合いません。同じ物理法則により不可能にも見えるコーナーキックからの直接ゴールも可能にします。マグヌス効果はアイザック・ニュートン卿が最初に発見しました。1670年にテニスをしていて気がついたのです。この法則はゴルフボール、フリスビー、野球にも当てはまります。いずれの場合でも同じことが起こります。ボールの回転が周囲の空気の流れの中で気圧の違いを生み出し、回転の方向にボールが曲がるのです。それでは問題です。ボールを十分に強く蹴った場合、理論的にはブーメランのように自分のところに戻ってくるのでしょうか。残念ながら答えはノーです。もしボールが衝撃によって壊れたり障害物に当たったりしなければ、空気がボールの動きを遅くし、ボールの曲がり方が大きくなり、どんどん小さな円となって渦巻き状の軌跡を描き、最後には止まってしまいます。この渦巻きを得るためにはカルロスの不朽のキックよりも15倍速いスピードでボールを回転させる必要があります。うまくいくといいですね。ご視聴ありがとうございます。この動画が気に入った方は登録をクリック。毎週新たな学びに出会うことができます。